ようやく国が本間隆之さん、今回の都知事選の見どころやポイントなどを要約してください。今回の見どころは、2人犯罪者が出る可能性があります。えっと、まず、学歴詐称をして選挙に出るということは、公職選挙法違反だよねと言われる K さんっていう女性。で、あの人が全く同じ学歴詐称をして出た時に、あれあれってなるパターン。で、もう一つが、公職選挙法で事前に選挙運動をしてはいけませんっていうのがあるんですけど、なぜ警察は捕まえないんだとか、なぜ問題にならないんだっていうのはネットで書かれてるんですけど、R さん、まだ出馬してません。要するに、出馬したら、確かに今言ったことは、事前運動に引っかかる可能性が高いんですけど、なので R さんが捕まらないためには、出馬しないということがまだできます。なので、R さんが、蓮舫さんなんですけど、蓮舫さんが出馬しなかったら、全然問題ないんですよ。要は出馬してない人が東京都都知事選出ます。応援してください。例えばじゃあ、はい、僕、西村博之です。東京都都知事選挑戦します。支援してください。七夕4月7日です。これ何の問題もないですよ。僕出馬しないから。出馬する人が前もって事前運動をして出馬すると公職選挙法違反なんですよ。なので、蓮舫さんは捕まらないためにタクシーがあります。っていう、この2つが見どころです。はい。いや、でもね、だから、蓮舫さんと小池さんが勝たないとすると、小池さんが学歴詐称の問題で公職選挙法に引っかかるっていうパターン。もしくは蓮舫さんがそもそも出馬できないっていうパターン。で、あの2人のどっちかだろうなっていうふうに割と僕は思ってたんですよ。なんだかんだ言って統計にも保守的な人が多いので、なので、その蓮舫さん、小池さんが出れない、もしくは何らかしらで票が取れないってなった時に、めちゃめちゃどんぐりの背比べの争いが始まるっていうので、ワンチャンヘズマリュウさんありなんじゃねえかなっていうぐらいな感じで、結構見どころとしてはね、あの二人が落ちたらどうなるのかっていうところで見ると、面白いんじゃないかなと思いますけどね。はい。ヘズマリュウさんが行くぐらいだったら石丸さんが勝つ可能性が高いと思いますけど、はい。都知事選はね、確かね、全国、史上初、最多人数出馬するって言われるんですよね。N 国党が30人ぐらい出すって言ってるので、なので、それなりに人数多くなるんじゃないかなと思いますけど。都知事選に変な人の出馬が増えてきたことに不安を感じるのですが、どう思いますか？でも変な人がいっぱい出てくるっていうのは別に問題ないと思うんですけどね。変な人が受かったらまずいと思うんですよ。いろんな人が出てきて変わった人が受かるようになると、若い人とか本当にやる気がある人も出やすくなるんですよね。現職と金持ちのじいさんしか出てこないっていうのになってるのが割と日本の政治が平均年齢高くなってる原因なので、若い人でも行ってワンチャン受かっちゃったりすると政治家の平均年齢が下がるので、そっちの方がいいんじゃないかなと思います。石丸さんが東京都知事になる確率はどれくらいだと思いますか？そんなに高くないとは思うんですけど、ただ小池さんが出馬しないっていうパターンがあるんですよね。小池都知事がカイロ大卒業したのかどうか疑惑っていうのが結構言われていて、でカイロ大自体が卒業したと言っちゃってる以上は一応卒業しているが多分確定なんですよ。で問題はちゃんと大学の授業を受けたのかで、卒業したという書類を作るように要求したのかどうかっていう話なんですよ。でもともとその小池さんとエジプトで同棲している人が3年しか学校行ってなかったよって言ってるんですよ。普通大学って4年かかるじゃないですか。で、3年で卒業してるということは、あれちゃんと授業を受けましたっていうところが結構疑惑なんですよ。ただ、授業を受けなくても、大卒の資格を大学は与えることは可能なんですよ。飛び級ってあるじゃないですか。千葉大が確か飛び級やってると思うんですけど、飛び級で2年から入って3年で卒業した人とかもいるんですけど、なので別に3年で卒業証書を渡すというのも別に法律上はありなんですよ。で、ただ、じゃあそれを今回の選挙疑惑があってそこをカイロ大学に出すように要求したのかどうかっていうところだと、要求をした、なぜなら俺が要求したからっていう東京都の小池さんと一緒に働いている人が来て、なので多分4年間通っていません。でも詰められたので、なんとかカイロ大の方に話をしていろんな書類を作ってもらいましたという状態なので、それは世間の人が考えるカイロ大学卒業なの、首席なのっていうと、皆さんと理解とは違いますよねという話だと思うんですよ。ただじゃあ本当に卒業したのかどうかというと、カイロ大が卒業したと言い張ってどんな紙切れ1枚でも学長の印があって卒業したってなってたら、それは卒業なんですよ。ただ今回出馬するときに学歴経歴に
回路大首席卒業と書くのかどうかっていうのが一つの争点なんですよ。それ書いたらやっぱりメディアがいやいや首席じゃなかったじゃんってなるじゃないですか。仮にじゃあ回路大卒業って言って首席を外したとしたら、あれ前回首席って嘘つきましたっていうことになるんですよ。なので果たして経歴に何と書くのかっていうところが争点になって、でそこまでなんか争点になっていろいろ揉めるというのを小池さんが選ぶことにメリットがあるのかどうかで、実際多分今回4年間都知事仮にじゃあ受かってなりましたと言って多分その先の道はもう閉ざされちゃうんですよね。もうさすがに80過ぎたら国政行くのは結構厳しいので、なのでそうするともし国政に行きたいんだったら70代のうちに行かなければいけないというのがあるので、都知事やってる場合じゃないよね、もしくは都知事をやって途中で辞めて国会議員に行くみたいなパターンだと思うんですけど、前回希望の党というのを作ってやろうとしたんですけど口崩壊したので、多分どちらかというと組織を作るという能力は小池さんはあんまり向いてないんだと思うんですよね。人を巻き込む最初のブランディングがうまいんですけど、組織運営という形できちんとそれなりに人が動いて結果を出すというのはそんなに向いてないんじゃないかなと思うので、なので小池さんが知事のままで政界を引退するというパターンなのか、もしくは国政に色気を出すのか、もしくは回路大という経歴っていうのをちょっとややこしいなっていう問題をどうするのかっていうのもあったりするので、小池さんが出ないってなるとなんか多分いろんなところからいろんな人が出て横並びで争うことになるので、そうすると石丸さんっていう手もそれなりに行く可能性あるんじゃないかなと思いますけども。はい。そういえば小池百合子さん刑事告発されましたね。とうとうもともと側近だった小島さんっていう人が小池百合子さんの卒業証書が卒業したと言っている1976年10月に小池さん卒業したと言ってるんですけど、卒業証書自体が12月29日かなんかの日付になってて、でそれおかしいんじゃねえって話と、あとなんかアラビアでいう西暦のようななんとか歴っていうのがあるんですけど、でそのなんとか歴でいくとその日付表記だと1329年になるみたいな話なんですよ。なのでそういう書き間違いとかあるよねみたいなレベルの話でごまかされそうなんですけど、一応アラビア語系の文化の中でエジプトのカイロ大学というのは割と最高峰に近い場所なわけですよ。その最高峰に近い場所の学校が卒業証書に日付の書き間違いをするかどうかとか、ミスターとかミセスみたいな男性女性を間違えて書くかっていうと、さすがにそれやらねえだろって。学籍番号とかも書いてないみたいなのがあって、ヒジュラ歴ですね。なので、なんか、それおかしいんじゃねっていうのを刑事告発したんですけど、ただ、これね、結構ね、無理筋な気はするんですよね。日本の裁判所がアラビア語の証明書として正しいかどうかを判定する機能を持っているのかって言われると、担当した裁判官は知らんがなってなっちゃうと思うんですよね。アラビア文化ではこうなんだとか言われたとしても、日本の裁判官はいや、俺アラビア語とか全然知らないし、どうすんのこれっていうので、むしろ多分困ると思うんですよ。で、そこで何らかしらの大きな判断をしたとして、で、じゃあ無効ですとか、当選自体がおかしいよねっていう風になったとすると、多分その後に起きる影響がめちゃくちゃでかすぎるので、今刑事告発したとしても、その裁判が判決が出るまで1年ぐらいかかってしまうので、そうするともう7月7日の都知事選終わった後で、小池百合子さんが受かってなければどうでもいいんですよ。で、仮に受かってたとしたら、受かってたけども、これって公職選挙違反だよねとなった場合に、じゃあ過去受かってたのを取り消しますと。でももう過去受かった分の任期は終わってるじゃないですか。で、新しい任期の時に何て言ってるかで、新しい任期の時に1976年10月とは書かずに1976年卒業って書いた場合は、過去は公職選挙法違反であったかもしれません。でも4年で任期は終わりました。で、今回は1976年卒業しか書いてないので、10月は間違ってた。で、それが12月とも書いてないから、グレーであって公職選挙違反とは言えない。なので、今回は OK みたいな形になる可能性もあるんですよね。で、結局現職の知事を東京地方裁判所の裁判官が辞めさせるという責任はかなりでかいんですよ。仮に受かってたんですよね、今回。で、そこまでのリスクを負うようなことを
官僚である、裁判官といっても基本的にはもう公務員なので、なかなかその判断はしないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。学歴詐称が公職選挙違反というか、経歴に関して嘘を書いた場合は公職選挙違反ですっていう話です。なので、経歴の中に学歴を詐称したという形なので、学歴詐称なんて大したことないじゃんっていうのは確かにそうなんですけど、学歴詐称というよりも、公職選挙法で届け出をした書類の中に嘘があったということが良くないんですよ。例えばじゃあ二重国籍を持っている人が、私は単独国籍ですって言って選挙に行って当選しました。で、二重国籍でしたよねってバレた場合って、これは嘘の届け出を出した、嘘の経歴の証明をしたから、これは嘘をつきましたよね、公職選挙違反ですってなるんですよ。学歴なんか大したことないじゃんっていう話じゃなくて、公職選挙法に基づく書類の中に虚偽があったということが問題なんですよ。別になんか大学なんかどこ出たって一緒じゃんって僕もそう思うんですよ。今更別に小池百合子さんが、じゃあ実は本当は明治大学卒業でしたとかって言っても、あ、そうだから何っていうレベルで、小池さんの今までの実績とか過去とかあとはあんまり関係ない話なので、結構どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、ただ公職選挙法で嘘をついて書類を出すのは良くないよねという話です。はい。なので一応そこら辺はちゃんとした方がいいんじゃないかなというふうに思いますけども。次の東京都知事に市丸伸二さんが出るそうです。カイロ大学疑惑の小池さんと違い、広島の公立校から金のない中、京都大学の少数枠の理系経済に受かり、その後三菱東京 UFJ に勤めた医学以外の理系の進路センターで合理的な道を選ぶような先見の明がある人生で、数学と経済最強の市丸さんは東京の何を期待しますか？何を期待しますかっていうので、公約を見る人がいると思うんですけど、僕はあんまり公約を見ることって意味がないと思ってるんですよね。例えば東京都知事2期をやってる小池さんが1期の時に言った公約を何%達成していますか？じゃあ2期の時に出た公約何%達成していますかっていうと、多分半分も達成しなくて3割も達成しないと思うんですよね。渋滞ゼロとか花粉ゼロとか言ってたんで、朝のラッシュゼロか。で、政治家のほとんどは大体公約って言うんですけど、公約というのは基本果たされないんですよ。なので、公約を見るのが大事だよねっていうのって、割となんか子供向けの政治番組とか、一般的なところで政治家を選ぶときは公約を見ましょうって言ってるんですけど、あれ嘘です。公約を果たさなかった政治家が落ちるとか、政治家がクビになるとかっていうルールがあれば、まだその公約を見る意味があるんですけど、公約は守らない、達成されないが普通です。なので公約を見ても、その政治家がその後何をするかというのは全く分かりません。東京15区で出馬した須藤さん、あの人もともと立憲民主党で選挙に受かってるんですけど、立憲民主党辞めてるんですよね。立憲民主党の政治家として立憲民主党の政策をやっていくんだと思って須藤健一さんに投票したら、立憲民主党辞めちゃいますみたいなので、おい辞めんのかいみたいな。そうするとそもそも何のために投票したのかっていうと、もう立憲民主党の主張とは違うと。立憲民主党の主張に同意できないから立憲民主党辞めますって話なので、立憲民主党だと思って投票したら全然違うことやり始めるっていうので、政治家ってそういうもんなんですよ。なので公約だったりとか政党だったり所属しているからっていうことで投票したとしてもその通りにならないというのがあるので、なのでこの人だったら騙されてもしょうがないよねと思えるかどうかっていうところで僕は選ぶぐらいしかないんじゃないかなと思ってるんですよね。例えば乙武さんっていう人僕割と応援してるんですけど、じゃあ乙武さんが日本中のマイノリティが幸せな社会を作りますって言って政治家になってできませんでしたって言って、その時に騙されたなと思っても、しょうがないよね乙武さんだからねっていうので僕は納得できるんですよ。なので騙されてもいい人を選ぶっていうぐらいしかもう政治家って選びようがないんじゃないかなと思うんですよね。なので僕石丸さんの実は出馬の時の動画すら見てないんですよ。たまたまツイッターを見ながら歩いてて、で石丸さんが出馬しますっていうのが投稿されて22秒の時に見て応援しますって書いたんですよ。でその投稿にはなんか動画がついてたんですけど、外歩いてたんで動画も見てないんですよ。で未だに僕動画の内容見てないんですよ。彼が何を目指そうとしているかとか、どういう政治家になりたいかとか僕見てないんですよ。ただ僕が応援した理由は若い。要は若いは絶対裏切られないんですよ。当選した途端に石丸さんが80歳になりますってなったら、それはさすがに裏切られると思うんだけど、40歳の石丸さんが当選しても40歳じゃないですか。だからそこは受かったとしても絶対大丈夫、僕は騙されないっていうのがあるので、政治家が何するかわからんってなるとしたら、もう僕は何を見てるかぐらいしかないと思うんですよ。40歳の人であればやっぱり友達とか自分の周りの人も40歳がいて、でそこで子育てを始めてますとか、子供の塾の代金大変
変だよねとか、生まれた子供っていうのが大学に行かせると学費かかるよねとか、じゃあ今の子供たちというのが日本の大学に行かせて日本語だけ喋らせてそれで大丈夫なのとかっていう割といろんな不安を40代というのは抱えてたりとか、就職氷河期の人とかで全く働いてないとか結婚もしてないっていう人とかもいると思うんですけど、っていう感じのその労働者のリアルの接点というのが割とその80代の人よりは多いと思うんですよね。で、小池都知事が70代後半なので、多分もう友達はもうみんな引退してるんですよ、多分同年代は。同年代で多少働いてる人もいると思うんですけど、会社員というのは基本的にもう65歳でみんな働かなくなるので、同級生同年代という人は基本働いてない人です。で、子育てって言っても70代になるともう自分の孫が結婚するぐらいの勢いだったりするんですよ。そうするとその子育て世帯のリアルの悩みとかって小池さん知ることもないと思うんですよね。まあそもそも小池さん結婚してないから子育て世帯は分からんみたいな話かもしれないですけど、っていうのもあるので、今後じゃあ日本って子供増やさなきゃいけないよね、労働してる働いてる世帯というのがなるべく豊かにならなきゃいけないよねというその考え自体が生まれる土壌かどうかっていうのだと、かなり70代の人だと厳しいと思うんですよ。結局そのツイッターでも書いたんですけど、社会保険料ずっと上がり続けてるんですよね、日本で。消費税が 2% 上がるっていう時になって日本中大騒ぎしてたわけじゃないですか。なんか 8% を 10% にするのかとか、軽減税入れるのかどうかみたいな。でもその裏では社会保険料こっそりずっと上がり続けてるんですよ。だいたい5年に 1% とかなんかそれぐらいで上がってるんですよ。なんで社会保険料が 1% 上がるのをみんな多くの世論は気にしないかっていうと、働いてないやつのが多いんですよ。働いてる人は社会保険料 1% 上がると、うわなんか自分の給料 1% 減る、だからこれ消費税 1% 上がるのと一緒で、じゃあ消費税 2% 上がるのと社会保険料 2% 上がるんだったらどっちも一緒だよね、困るよねなんですけど、社会保険料 2% 上がるは労働者しか気づかないですよ。で、社会保険料 2% 上がるは働いてる労働者が 2% 払って働いてる法人もさらに 2% 払うので、実際には働いて会社で稼いだものの 4% が持ってかれるという話なんですよ。なんで消費税 2% よりもっと多く持ってかれてるんですけど、でもそういうのを気にしない社会なんですよ。なぜなら3分の1が無職だったり年金世帯だからというのがあったりするので、なのでなんか若い人がちゃんとその若い人で労働者世代の人たちが首長とかになった方がいいんじゃないかなというので、なので割と僕は石丸さんがいいんじゃないかなと思いますけども、はい。秋田方市の石丸市長が都知事選出るそうですが当選するでしょうか。僕応援はしてるんですけど当選はしないんじゃないかなと思ってます。東京都15区の乙武さんの時も応援はしてたんですけど当選はしないだろうなと思ってました東京都15区っていうところの結果論の話をすると、乙武さんが補選で出て1人だけ通りますっていうので、江東区という選挙区なんですけど、確か有権者で投票した人の率が 40% 切ったんだっけ、 38% だか 40. 点何パーとか、なんかだいぶ低かったんですよ。で、要するに何が起きたかっていうと、補選という形で1人だけ選挙ということで選ぶので、小池都知事が来ますとか国民民主党の党首が来ますとか、結構そのメディアの注目は集まったんですよ。で、メディアの注目が集まるかどうかと、そこに住んでる人たちが投票するかどうかって実はあんまり関係ないんですよ。孤独の人たちって基本的にはもうずっと働いてる人たちなので、投票所行くぐらいだったら寝てる方がいいよねと。で、今回自民党が出馬してないんですよね。で、じゃあ今までにそこで受かってた人たちっていうのが秋元さんだったり柿沢さんだったりっていう自民党公明党が支持してた人たちが受かったんですよ。だから要するに元々の15区というのは自民党支持者が一番多い地域です。で、自民党支持者が投票した人たちが受かってったという地域なんですよ。で、自民党公明党の候補者がいなかった場合にどうなるか。自民党公明党の人たちは投票先がありません。であれば、じゃあそうじゃない組織票を持ってるところが受かるよねというので、組織票として一番手堅いのを持ってたのが立憲民主党だった。なので基本的にはみんな選挙に行かないんですけど、もともと組織票の人たちは選挙に行くので、結果として立憲民主党の人が受かりましたっていうだけの話で、なので基本そのなんか富裕層とかメディアの空中戦というのはあんまり関係なくて、基本的にはみんな選挙に行きません。で、自民党も公明党も選挙に行きませんでした。で、立憲民主党共産党の人たちは選挙に行きましたっていうだけの話なんですよ。ただ面白いなと思ったのが、とはいえ立憲民主党は嫌だよねって思ってる自民党の人たちが、自民党はいないけどもどこに投票するかというのが今回見えたんですよ。そこので見えたのが、まずなんだかわからない素人に投票するよりは参議院議員に投票した方がいいよね、一応政治経験のある人の方が安心できるよねというので須藤元気さんを選んだ
人と、あと須藤元気さん半枠なんですよ。半枠の人って日本中一定の割合いて、で半枠だから投票するっていう人もいるんですよ。なので半枠と現職っていう2つの肩書きで投票した人がだいたい2万人いるっていうのが須藤さんの票で、あと自民党の人がどこに投票したかって話したじゃないですか。で自民党というのは基本的に保守なんですよね。昔ながらの考えの伝統的な。で日本保守党というガチ保守のフォーマット政党ではあるんですけど、まだ国政政党ではないのでが出馬しました。で飯山あかりさんも2万票ぐらいだったんですよ。なので要は自民党の人で投票には行くけども投票先がない。じゃあ保守系誰かなっていうと、トップが立憲民主党ですとか、元立憲民主党の須藤元気さんですとか、維新の金沢さんとか女性だったりするので、ちょっとやっぱその保守系男性からすると乗りづらいんですよ。っていうところに飯山さんが来て、飯山さんも2万票っていうので、保守系はこっちに行くんだみたいなのがあって、で空中戦として票を取ったのは多分乙武さんで、もう乙武さんも2万票ぐらいと、東京都ファーストトファの人だったり小池さんだったり僕だったり国民民主党の玉木さんだったりっていうメディアがこう報道するタイプで投票してて、じゃあこういう人が出るんだ、じゃあ投票しようっていう人が2万票ぐらいで、僕が乙武さんがなんかどうしちゃったのかなと思ってる部分は、本来の乙武さんが取るべき層と違う層にアピールをしちゃってるのかなと思ったんですよね。で乙武さんの言ってることを聞いてもらった人は分かると思うんですけど、障害を持ってる人でも幸せに暮らせる社会、インクルーブ社会って言ってて、むしろ方針言ってる政策はガチガチ左側なんですよ。立憲民主党共産党の方針が一番近いんですよ。むしろその保守みたいな自己責任ですとか、働いて儲けて税金バンバン働いて働かないやつとか外国人の権利とかっていうのをどんどん削るべきだよねっていう自民公明と考え方とは真逆なんですよ。乙武さんの言ってることは。でももともとなんか自民党のその一番最初に選挙出ようとした時に自民党の公認になる予定だったとかで、割とその経済が語れる人なので合理的倫理的なことを言ってしまうので、どちらかというと右側の人と保守の人とか経済大事だよねって言ってる人と話が合ってしまうんですよ。なんで右側のイメージがだいぶ強くなってしまうんですけど、でもあの人は言ってることをちゃんと聞くとガチ左なんですよ。だからそれだったら立憲民主党にやった方がいいんじゃねえのって僕は思ったんですけど、そこがその小池さんはもともと自民党でどちらかというと右側の人で、都民ファースト小池さんとくっついちゃってて、で国民民主党の玉木さんもどちらかというと右側の合理性、ビジネスはこうやった方がいいよねとか、じゃあ法律的にこうやったらこうのがいいよねっていう思想信条というよりはむしろ理論とか論理でいく人なので、応援されてるメンツも僕も含めて見ると右側やっぱ見えてしまうんですよ。っていうのがあって、でもそれだったらガチ右の飯山さんのがいいよねとかってなっちゃったりするので、なのでなんかちょっとどこ狙いだったのかがふわふわしちゃってるなというふうには思ってましたけど、なので石丸市長もどこの票を取りに行くのかなっていうのがなかなか難しいんじゃないかなと思ってますけども、はい、どのような戦略なら石丸さんは選挙に勝てますか？小池さんの出馬を諦めさせるというパターンで、なので学歴問題でちゃんと公職選挙法違反に持ってく、小池さんが触れてるという状況にして小池さんがなれないというのに持ってければ、またその2位3位の人たちが受かる可能性があると思うんですよ。で、じゃあ実態として善悪の問題でいくと、もうカイロ大学が卒業証明書というのを出してるんだから、勉強してなかったとしても、学校通ってた期間が短かったとしても、もう卒業証明書が出てる以上は卒業だよね。これ正しいんですよ。で、ただ日本人は正しいかどうかとは別に物事を判断するというのを割とやる国民性なんですよね。例えばじゃあ不倫問題とかって基本的に法律に触れないんですよ。なので別になんかそれが何の問題があるの、法律的には何の問題もないじゃん。これ正しいんですよ。でも不倫をやった人ってもうものすごい悪いことをしたかのようにテレビとかお茶の間からは消えていくじゃないですか。っていう感じで4年間学校に卒業、カイロ大学に通ってないにもかかわらず通ったかのように言ってさらに首席で卒業みたいな嘘をついてる人は信用できないよねという社会的な状況というのを作ることで、都知事選落ちたとしても今後政治家として厳しいよねとか、都知事選降りた方がいいよねっていう風に思わせるぐらいのメディアコントロールというのをすればまだ可能性はあるんじゃないかなと思ってたんですけど、今回の石丸さんとか蓮舫さんの動きを見てるとそれはなかったので、なので結局小池さんを攻めるべき武器がないっていうのを今回見せつけちゃったんですよね。なので武器がないとするともうさすがに変えることはできないなという風に僕は思いました。はい。
清廉潔白な人間なんていないのになんでみんなそれを求めるんですか？石山さんが批判されているのを理解できないです。結局、その、清廉潔白な人じゃないと、なんか、悪いことをしている。で、悪いことをしているやつはムカつくっていう嫉妬が日本は強いんだと思うんですよね。なので、不倫とかめちゃめちゃ日本の人たちって大騒ぎするじゃないですか。ぶっちゃけ不倫って家族の問題なので、その家族以外は別になんかお互い勝手になんとかやってっていうのでどうでもいいっていうべきじゃないかなと思うんですけど、なんか不倫をすることが社会的な問題であるみたいなの割となってたりするんですよね。なのでそこら辺がなんか嫉妬心的なのが強いんじゃないかなと思うんですけど。都民ではないのですが、石丸さんの既得権益や老害に真っ向から挑戦する姿に好感が持って頑張ってほしいと思っています。所詮挑戦権なので思想心情は全く嫌いなんですが、もし落選したら国政への進出が予想されます。石丸さんは左派系みたいな話があったので気になります。本当に左派系なのですか？知りません。いや、僕別に石丸さんの政策をそこまでちゃんと聞いてるわけじゃないですけど、聞いてる限り別になんかそんな左派って感じしないけど、左派なんですか？なので知りたければ多分石丸さんのホームページとかに政策が書いてあるので、それを読めばいいんじゃないかなと思いますけど。石丸元首長の都知事選出馬に対して都民ファーストの議員が絶対に無理的なことを言っていましたが、私は絶対という言葉を使う人間を信用していません。矛盾ですが、絶対なんてないと思っているからです。そこでいろいろな流れますが、絶対が絶対にないということを論破することはできますか？いや、本当に 100% ないと言ってるわけじゃなくて、99.99% とか話だと思うんですよ。例えばなんか、いきなりこう爆弾が落ちてきて、蓮舫さんとか小池さんとかがみんな突然死んでしまいましたとかで、玉上さんも死んじゃって、石丸さんしかいないよねってなったら石丸さん受かると思うんですよ。っていう、だいぶ低い確率って話だと思うんですけどね。とはいえ、その若い人たちがいくらこういう候補が受かった方がいいよねと思ってたとしても、日本というのは基本的には高齢者が決める国なので、なので高齢者受けのいい人しか受からないという、そういう現実なんじゃないかなと思いますけどね。なので、良くないよねっていくら思ってたとしても、社会は変わらないので、そこをこう受け入れるしかないっていうのが日本の現状なんじゃないかなというふうに僕は思ってしまうんですけど。で、それを変えるとすると、多分石丸さんがもっと長期的なものの見方をして、僕は長期的なものの見方をしていますっていう風な話をするというパターンだったらまだいけるかもしれないですよね。国の話をしちゃってたんですけど、じゃあなぜ東京都知事選出たのか。東京都知事選でできることっていうのは何なのかっていうので、これ国がやるべきことだよねっていうのを言っちゃってると、じゃあこれ石丸さんに入れてもしょうがないよねで終わっちゃうんですけど、東京都でしかできないことでこういうことがありますと。で、現状僕は多分都知事選今回負けると思うんですけど、10年、20年ずっとやり続けますって言われると、いつか勝つ可能性があるんですよ。小池さんも年齢の問題でいつか引退しますと。で、蓮舫さんもいつか引退しますってなると、じゃあ石丸さんが今までの中で一番票を取ってるよねっていう状態になる可能性もあるんですよね。なので、勝つまでやり続けます。で、なぜ僕が東京都をやらなきゃいけないかというと、こういうことなんです。なので期待してくださいっていう言い方をして、次回に続けるという形で何度も挑戦するというのであれば、結構意味があるんじゃないかなと思ってたんですけど、なんか言ってる内容が国政でやるべき内容が多かったんですよね。それがなんかもったいないなと思ってて、日本を変えたい。はわかるんですよ。で、東京都の都知事になった方が変えられることも多いよね。それはわかるんですよ。でも言ってることが、これ国会でやることじゃねっていうのが多かったので、結果として別に石丸さんを東京都知事にする必要ないよねっていう感じに聞こえちゃうのと、あと多分国政に行くと思うので、もう都知事選には出ないんじゃないかなっていう。そういう感じがしてしまうっていうところかなと思いました。というか、石丸さん様だったけど、別に僕は政治家として何かしたこともないし、政治家としての選挙で人を勝たせたこともないので、特に僕のアドバイスはあまり意味がないと思います。討論をするときに、こういう議論をした方が相手が困るよねとか、こういう形の質問をすると、相手が答えざるを得ないよねっていう、議論のテクニックの話をしてただけで、別になんか政治家としてこうした方がいいよねみたいな意見は僕あんまないさい。26歳です。若い人が感化され投票率が上がり、石丸さんあるんじゃないかと思うんですが、どう思われますか？多分ちゃんと計算すればわかると思うんですけど、若い人が感化されて、若い人の投票率が、仮にじゃあ20代の投票率が 100% になったとしても、石丸さん勝てません。なぜなら高齢者の方が有権者の人数が多いからです。石丸さん、議会の時こんなレベルじゃなかったから、もう一回討論の予定があって、そこへの布石だと願いたいです。小池さんに向かって秋田高田市議会みたいな批判と恥を知れって言ったら確実に翌日ニュースになるけど、都民にどう捉えられますかね？結局、普通にやったら落ちるんですよ。議会の時に恥を知れっていうのを石丸さんが言ったのって、あれちゃんと台本決めて、こういうタイミングでこう言った方がいいよね。で、こうなったら報道されるよって計算づくでやってたって本人おっしゃってたんですよね。なので、明日のニュースになるために、こういうセリフを言うべきであるとか、こういうセリフを引き出すべきであるというところで、もうちょっと石丸さんが傷跡を残すという方向で頑張っていただければ、まだ可能性もあったと思うんですけど、多分傷跡を残すというよりはむしろ、
無難に過ごして国会議員を目指すっていうそっち側なのかなというふうにちょっと思いがちな昨今です。石丸さん反対が出るのは当然のことですと。要するに若い人だから応援するというのが、僕は若い人だから応援するというポジションを取ったんですけど、逆に言うとその若い人だからダメであるという人たちの方が日本は多いんですよね。日本の政治家の平均年齢60超えていると思うんですけど、なので基本的には60代70代80代というのが政治家やるべきで、そうじゃないやつはまだ若すぎるから経験不足だよねって考える人っていうのが日本の多数派なんですよ。なのでなんか若いだろうとか、こういう失敗をしてるとか、実績が少ないとか言われるのは当たり前です。だって若いんだから実績少ないのは当たり前じゃん。なんかその60代です、なんかじゃあ20歳から40年間仕事をしてました、60代ですって人に比べて、じゃあ40代ですって言ったらば20年短いんですよ。そうするとそれは経歴も経験も短いよねって至極当たり前なので、今そのここがだからその考え方の違いだと思うんですけど、日本が今まで通りのことをやり続けた結果、ずっと経済成長が滞っていますよね。平成の時代というのはずっと経済が下がり続けていましたよね。で令和も上がってはいないんですよねと。で実質賃金はずっと下がり続けてますよねみたいなっていう状況でいくと、過去と同じことをするのではなく、今までの人がやってない新しいことをやるべきだよねというふうに考える側なんですよ、僕は。今まで通り自民党公明党の人たちが今までと同じようなことをずっとやり続けるっていう結果、日本全体はだんだん沈みつつあるので、なので経験があるから良いではなく、むしろその経験があって同じことを続けようとする人たちというのが良くないよねというふうに僕は考えているので、そうするとその今まで通りの日本にしたいよねとか、今まで通りの既得権益をチューチュー捨てたいよねっていう人たちには、俺たちの既得権益を壊そうとするなんてけしからん、俺たちのなんか幸せな生活を壊そうとする、変えようとするのはけしからんってなっちゃうので、嫌われるのは至極当然だと思うんですよね。なので反対派は出るでしょうと。で反対派も出るし、そういう意味でいくと多分受かるのはなかなか難しいとは思うんですけど、ただその若い人が出て、じゃあそこで何十万票取りましたって仮に東京都でその都知事選になったとすると、若いというのはそれなりに価値があって票が増える可能性あるんだよねというのを政党の人たちが気づく場合があるんですよね。そうすると、じゃあ次回のその衆院選とか参議院選の時に、じゃあちょっと若めのやつを出してみようと。若めのやつを出した方が受かるかもしれないよね、みたいな。和歌山県とかでも80代の政治家の人が出るぐらいだったら、40代の人が出た方がいいよね、みたいなのもあったりすると思うんですけど、っていう感じで、その、女性は、今のところでもなんか、議員さんって女性は票を取りやすいとか、あと高齢者取りやすいって思うんですけど、ここに若い人取りやすいがあると、若い女性がより票を集めやすいみたいな構造ができる可能性もあったりするので、なのでその今までの政治家の属性と違う人を通すというのをやった方がいいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、年齢でそんな変わるもん一気に変わるではないんですけど、考えてることのレベルが違うという話なんですよね。例えばじゃあ石丸さんの40代とかだと、友達同級生とかがちょうど子供が生まれていて、で家庭を作っていて、共働きとかだと保育園預ける先が見つからないよねとか、保育園とか私立とか入れると結構お金かかるよねとかっていう、その生活感、子育てをする人の生活感っていうのが普通に情報として入るんですよ。70代80代とかだと、もう自分の息子が60代とかあったりするので、下手すると孫がいるとかで、自分の子供とかももう子育ても終わっていて、もう引退間近みたいになっちゃうと、子供を育てる人たちの実態というのを見る機会というのがほぼなくなっちゃうんですよ。なんか噂話で聞いてるよねみたいなので、やっぱりその自分の友達の話してる内容っていうと、70、80で遺産どうやって孫に譲ろうとか、なんか遺産相続だったりとか、資産形成といって銀行とかに定期預金を入れまくってひたすら何%とかで回そうみたいな、そういう話ばっかりになっちゃうんですよ。でも40代の場合って何の仕事をしてるか、じゃあこれからどんな仕事が儲かるのかとか、じゃあなんか知り合いで起業する、飲食店で焼き鳥屋やるっていうやつがいたら、お焼き鳥屋か、その地域でやるんだ、今度週末手伝いに行くわみたいなので、じゃあ現実問題焼き鳥屋という飲食店を開く場合にどういうことが起きて、どういうトラブルがあって、でうまくいくやつがいたら、うまくいくんだな、じゃあ俺もなんか別のところでとんかつ屋やるわみたいな、事業を育てるというのはやっぱりその20代からせいぜい50代ぐらいまでなんですよね。もちろん起業家が60、70でなんかいろいろ作るとかはあるんですけど、今まで起業したことがない人が50代でいきなり起業して成功する例ってあんまりないんですよ。
っていうので、働いてる人たち、働く産業を作る人たちっていうのが何を考えてるか。で、子育て世帯っていうのが何を考えてるかというのが分かる人たちっていうのが政治の決定権を持つべきではないかなと僕は思うのですよ。石丸さんのやりたいことは地方分権らしいですが、要は東京から分散することで過疎化することにつながりますよね。都民としてはそれなんですが、そう認識になってますか？現実どういう形で地方分権を進めるかというのを石丸さんが言ってないので、僕は分からないんですけど、で、何回か前の録画配信でも僕結構地方分散は正解であると思ってる派ですよって話をしたと思うんですけど、東京がなぜ儲かってるかっていうと、地方で作られるその農作物だったり商品だったりというのを東京の会社が海外だったり東京だったりで売ってる。だから東京で儲かるっていうのがあるんですよね。東京という都市がミシュランでの星が世界で一番多い街なんですけど、じゃあそれがなぜ成立するかっていうと、日本中の漁業の人だったり農作物を作ってる人たちっていうのが東京に商品、その食べ物を卸して、で、それを調理する人がいて、初めて売り上げが成立するって話なので、その東京というのは、日本中で作られた製品を最終的に売り上げで上げる場所なので、そもそも日本中で作られる製品だったり商品だったり農作物だったりというのがなくなっちゃうと成立しなくなるんですよ。例えばじゃあユニクロって服を作ってユニクロの店舗で売ってるから儲かるのに、ユニクロが服を作らなくなって店舗だけ世界中にありましたって言ったらすぐ潰れるじゃないですか。もうユニクロが生産能力ありません。でもなんか服はいっぱい売りますって言っても、じゃあそこで島村の服を売りますって言ったらすぐ潰れると思うんですよ。なのでユニクロというのは世界中に店舗があるんですけど、ユニクロがなぜ強いのかというと、優秀な商品を作り上げるという能力があるから販売店が売り上げを上げてるんですよ。確かにだからお金が入ってるのは各販売店で、そこをこう取りまとめてる東京に本社あるんだけど、東京本社とかがすごく儲かっていて、で、そこで働いてる人がいっぱいいて、そこの人たちの給料高くて、なんかユニクロって東京の会社でなんかすげえ儲かってるねって見えるんですけど、でも東京には工場ないですよ。なので、東京が儲かってるというのは日本全体がうまくいってるから東京が儲かるのであって、なのでその日本全体がうまくいくためにはどうすべきかというのは、僕は結構東京の人が考える必要があるんじゃないかなと思ってる派閥なんですよね。なので、能登の復興どうすんのっていうので、能登の人たちの、役所の人たちっていうのが、復興をどうやってやっていいかとか、行政的にどういう法律があった方がいいかとか、ボランティアの人どう管理したらいいかっていうのは、素人なので分からんと。なので、東京で行政の災害復興専門家みたいなのを作って、なんか災害あるために東京からこうゾゾゾっと行って、こうやった方がいいですよとかっていうので、マンパワーに関しては、じゃあボランティアこうやって集めた方がいいですよとか、ボランティアだったりこう声かけるとか、土木の会社が必要であれば、土木の会社のリストこういうのがあるからっつって、ここで片っ端から電話するとかっていうので、復旧復興を早くするっていうのは、東京の余った金でできると思うんですよ。他の地域に比べたら東京金余ってるので、地方分権自体が僕は悪いとは思わないです。はい。ただ石丸さんが何をもってそれを言ってるのか分かんないので、全然違うこと言う可能性ありますよ。はい。中田ちゃんの YouTube 大学で石丸慎さん1位で再生回数150万個すごい。すごいですね。いや、石丸さんがね、どれぐらい伸びるのかはね、結構興味あるんですよね。ネット上で騒いで、ちゃんとそれなりに評価されるっていうのが、比例代表選みたいな複数の人たちがいると、2% ぐらいおかしな人たちが投票するよねっていうので、NHK 党が議員を作ったりとか、令和だったり参政党だったりが議員を作るっていうパターンはあったんですけど、割と1対1で、1人しか受からないっていうところで、ネット系が本当にこううまく活躍したっていう例ってそんな多くないですよね。ちょっと前にあった東京15区の江東区の選挙区でも有名人がいろいろ出てたんですけど、ネットではなんかいろいろ騒がれたんですけど、実態蓋を開けてみたら投票率はめっちゃ低くて、で、立憲民主党のなんかいつも通りの組織票で受かりましたっていう、ネット上とかメディアとかで大騒ぎしたのって全く関係なかったよねっていう結論になったんですよ。なので、今回もネット上では騒いでる人はいるけど、実際ネット上で騒いでる都民じゃない人ばっかりで、都民でもネットを見てる人たちはそんなに行くわけでもなくて、東京都の人って忙しいので、なので投票に行く人は結局それなりに暇な高齢者で、想定通りの結果、今まで通りの人が、旧来の組織力のある人が受かって、ネット上でなんか人気がそれなりにあるという人は別に評価を受けないという構造で終わるのかなという気もするんですけど、ただなんかそのネットニュースとか見てる限りだと、結構そのネット系で頑張ってる人たちが、それなりにこう世論調査とかも評価が上がってるみたいなのが上がるんですけど、ただその世論調査とやらもネットで取ってんじゃねって気がするんですよ。で、ネットで取ると割とそこにネットの人たちが集まってきちゃうので、そこのバイアスが勝っちゃうんじゃないかなっていうのなんですけど、で、あとね、
結構応援として、これは僕のざれ言だと思ってください。ネットで応援する人が結構やりがちなのが、半眼びいきというのがありまして、例えば、群馬県の知事2期目をやってる山本一太さんって、1期の時に群馬県知事として最高の得票率を得て、で、2期の時も基本的にはもう絶対負けないよねっていう世論調査が出てたんですよ。でもあの人って負けそうですってずっと言い続けてたんですよ。応援してるスタッフの人とか後援会の人たちも山本一太に投票しないと山本一太負けてしまうかもしれませんって言って大衆にずっと言ってたんですよ。なのでみんな山本一太さんにやってほしいと思ってるんだけど、でも負けそうって言うんだったらじゃあ投票に行かなきゃいけないよねっていう風になって投票に行くんですよ。要するに勝ちそうって言われたらじゃあ俺行かなくてもいいやってなっちゃうんですよ。勝つんだから俺行かなくてもよくね、どうせ勝つんでしょ。でも勝ってほしいけど俺が行かなかったら負けちゃうかもしれないのってなると投票に行くんですよ。なので投票してほしい人の行動というのは負けそうです助けてくださいって言わなきゃいけないんですよ。でも僕が見てる限り石丸さんの応援をしているであろう的なツイッターとか YouTube でのコメントのアカウントとか見ると、石丸さんすごいとか、石丸さん勝てそうとか、石丸さんが世論調査でもリードしてるとか、なんか石丸さんがそれなりにうまくいってるというので、自分たちがやってることに意味があるというのを認めたいのか分かんないけど、勝てそうですとか、石丸さんすごいですって言っちゃうのよ。いや、そこじゃない。むしろ逆だよっていうふうに僕は思うんですけど、石丸サポの人たちって結構逆のことをやっちゃってるんですよね。石丸さん勝つかもとかじゃなくて、勝てないかもしれないけど、こういう人を応援した方が社会にとっていいよねっていうしなきゃいけないのに、議論でも勝てるし、論破して強いとか、石丸全然勝ててるじゃんとか、なんか4人投票会でも、石丸さんの討論が一番良かったとか、石丸さんのスピーチが最高とか、石丸さん褒めてるんですよ。いや、違うぞ、それっていう。有能な見方と無能な見方だと、無能な見方の方が厄介っていうのがあるんですけど、はい。無能な見方は無能な敵よりも厄介か。なので、そこら辺なんか間違っちゃってるよねっていうふうに思うんですけど、なんかね、結構ね、石丸さんをね、攻撃してる系のツイッターの人とかでも、多分これ逮捕されるんじゃないかなと思うんですけど、選挙始まる前に、こういう法律違反をしてるとかって書くのは、ある程度グレーなんですよ。でも、選挙始まった後に、こういう法律違反をしていると、インターネット上に書く場合は、公職選挙法違反になるんですよ。違反の可能性はありますよ。そこは認めます。ただ、違反の可能性と違反であるは意味が全然違うんですよ。選挙期間中に違反であるということは、イコールこの人は犯罪者であるという情報をインターネット上に公に書いているという行為なんですよ。で、それをやると、公職選挙法の中で虚偽である内容を告知して、選挙の候補者に悪い影響を与えたというのが、見事にインターネット上に証拠として残ってる状態なんですよ。だから石丸さんの熱心なサポとかが、それ通報すると、多分選挙終わった後に、普通にバタバタと捕まりますよ。それも分かってなくて、石丸さんのこの行為は違法であるとかって書いてる人がいて、この人たちはバカなのか、頭が悪いのか、確信犯なのか、何なのだろうと思って僕は見てるんですけど、日本の法律上、この行為は違法であるというのを書いた人の文章をリツイートした場合も共犯になります。杉田水脈さんの時のやつかな ?RT をしたりとか、いいねボタンを押して、今いいねボタンちょっと仕様が変わったかもしれないけど、いいねボタンを押すことによって、自分のフォロワーにそのツイートを見せるという機能がツイッターにあるんですよ。なので、いいねボタンを押すことによって、違法な文章をフォロワーに見せるという行為をしたので、結果として違法な情報を広めましたよね。はい、違法っていう形で、リツイートとかいいねも違法行為の共犯になっちゃうんですよ。なので、リポストね、選挙の候補者がこういう違法行為をしていますというのを RT バンバン押してる人もいるんですけど、これ一緒に逮捕されるから通報されるの分かってやってんの大丈夫と思うんですけど、だからなんか頭が悪いのか頭がいいのかよくわかんないですよね。違法になるような行為は俺はしませんって言ってる人が、してる、今してる、証拠がネット上に残ってるって僕は見ながらこう思ってるんですけど、いやいややっとるかなっていう。
なので、今後の公職選挙法でいろいろ警察大変だと思うんですけど、皆さん頑張ってください。ひまそらさんと石丸さんの200分について一言お願いします。いやー、面白いですよね。僕見てないんですよ。ひまそらあかねさんっていう人と、東京都知事選に出るって言ってる秋田方市の元市長の石丸さんが、200という YouTube チャンネルで討論をした。で、そこの僕コメント欄だけ見たんですよ。なんか揉めとるなーっていうので、多分内容としては見ても多分しょうもない内容であるというのがあったので、むしろ人はどんなリアクションをするんだろうというので、コメント欄を見ました。で、ひまそらさんを政治の話をするのかと思ったら、ずっとアニメクイズをやっていたと。で、なんだこれ、見る価値がなかったっていうのが、リハックのコメント欄のほとんど。僕はひまそらさんをフォローしてるので、ひまそらさんが RT してるものを、ひまそらさんが RT しましたっていうのがいっぱい出てくるんですけど、それを見てる限り、石丸さんは、アニメに関して詳しいですと言っていて、著書の中でも、鬼滅の刃のことを書いてたりすると。それにもかかわらず、鬼滅の刃のことを聞いて、そんなに詳しくなかった。だから嘘つきである。というのを、割と言ってるのを RT してるひまそらさんは。で、何が大事なのかっていうので、一般の人は政治信条とか政治家として何をやるのかというのを知りたい。でもひまそらさんは、こいつはアニメファンを騙そうとしてるんじゃないかという答えが欲しい。秋葉原に帰ってきましたとかっていうと、アニメファンなんじゃないかと思って、アニメファンというのは流されやすいから、アニメ好きなやつに投票しようとなってしまうと。で、実際に参議院で自民党で50万票を取った人がいるんですよね。アニメを守りますっていう形でオタク票をメインにするっていうので、山田さんだよね、確か議員さんでいて、なのでアニメファンの票を取るというのはそれなりに価値があると。で、それをやろうとしてるだけで本当はアニメに詳しくないんじゃないかというのをひまそらさんをやろうとしたっていうのがあって、で、ひまそらさんがアニメのこと答えられてないじゃないかっていうのをリツイートっていうのをいっぱいしてたんですけど、で、内容を見てないんですけど、ただ、最終的に何かのアニメで、ひまそらさんが知ってるって言ったのに対して、石丸さんが問題を出して、ひまそらさんが答えられなかったっていうのがあって、どっちもどっちじゃねっていうのになったっていうのが山田太郎さんね。っていうのがツイッターの方であって、そういう感じなのねっていう。で、多分アニメ好き、漫画好きは真実だと思うんですよ。7000冊漫画があって、なんか5000冊はもう売って、今2000冊しか持ってないみたいな話だと思うんですけど、で、僕も鬼滅の刃漫画読んでます。最新以外はアニメ見てます。でも、覚えてないんですよ。上限能に誰がいたっけって言われても、僕も確かにね、赤座以外出ないんですよ。僕、人間の人の名前すら覚えないから、アニメキャラの名前なんか覚えてないんですよ。確かにこういうやついたよねってあるけど、名前覚えられないから、だから石丸さんがそうなるよねはわかるんですよ。ただそれで、だから詳しくないって言われても、詳しいジャンルの差ってあるんですよ。石丸さんがスポーツ系の漫画見てますって言ったら見てませんみたいなのをひまそらさんが言ったっていうのがあって、だから僕は割とスポーツ系映画好きなんですよ。バスケットボール映画とか、フットボール映画とか、スポーツが題材になってる映画とか、山登る映画とか、僕割と見がちなんですよ。っていうのがあって、ジャンルっていうのもあって、そういう系のジャンル好きだよねっていうのがあるので、なのでそっち側のマニアックなやつは僕は割と知ってるけど、でもじゃあ恋愛映画とか聞かれたら全然見てませんみたいな。っていうのがあったりするので、人って偏りがあるよねって話なんですけど、だから別になんか赤座の下の名前とか知らなくても別にいいんじゃねって僕は思うんですけど、で、ちょっと気になったのが、政治家とか偉い人とかって、挨拶とか話の時に、論語とか引用する人多いじゃないですか。格言とかさ。じゃあ、格言とか論語を引用してて、原点読んだやつって一人もいないと思うんですよ。一人がいるかな。国破れて山がありという言葉はありますが、みたいな言ってるけど、お前これ絶対原文読んだことねえだろ。教科書に書いてあるの見ただけだろ、みたいな。結局論語とかアニメとかを引用する人とかって、別に全部をちゃんと原文当たってる人って少ないと思うんですよ。四面楚歌って言うけど、お前本当に式ちゃんと最初から最後まで読んだのかよみたいな。で、僕それでいいと思うんですよ。アニメを引用する人とかがだんだん偉くなると、アニメを見ることとか、漫画を見ることというのが、割と良いことであるという評価になるんですよね。なので、今でもやっぱりアニメとか漫画って良くないものだって思う人多いんですよ。宮崎努のせいで。でもそうじゃなくて、アニメを読むことによって知識が得れることもあるし、勉強になることもあるし、朝木夢見を見て、日本文学に興味を持って、日本文学科に行きました。古典漢文大好きですってなるのも僕全然いいと思うんですよ。何かの文章を引用するという時に、お前本文読んだのかよとか、この本文の中でこれが出てくるから合ってたのかよとかっていうと、じゃあアニメは引用しない方がいいよねとか、漫画は引用しない方がいいよねってなっちゃうんですよ。なんかめんどくせえやつが寄ってくるからみたいな。
なので僕はそっちの方が良くないと思うので、アニメから引用するとか漫画から引用するっていう人は増えた方がいいと思ってるんですよ。なので増えなくなるようなことをするというのは結果としてアニメとか漫画の市場を狭くして、アニメを作る人とか漫画を作ってる人たちが食えなくなる方向に行っちゃう可能性があるんですよね。東京都で不健全図書みたいな指定があるんですけど、漫画でこれは不健全だから売るべきではないというのを東京都って独自に指定してるんですよ。で、それって逆効果で逆に売れちゃうっていうのがあって、それはそれで面白いんだけど、そうは言っても政治家の人たちが不健全な小説とか不健全な文字だけの本って指定してないんですよ。あくまで指定してるのって漫画なんですよ。漫画は俺たちが制限すべきだけど、小説とか文章は制限すべきではないっていう思想を持ってる人が東京都の政治家では多数派なんですよ。なので漫画とかアニメって見た方がいいよねっていうのであれば、お前これ読んでないんだから引用すんなとか使うなっていう方が僕はその業界にとって良くないと思うので、なのでひまそらあかのさんがやってるこの漫画読んでないんだったら使うなとか言うなっていうことの方が漫画業界にとってはマイナスだと思うので、あれは良くないんじゃないかなというふうに思ってます。リアックのひまそらあかね VS なんであかねさんに3つけないんだろうVS 石丸さんの対談番組があり、結構な大事故だったので見ましたか？見てないです。ひまそらあかねさんは石丸さんを中国人工作員だと信じてるみたいなんですが、ひまそらあかねって陰謀論者なんでしょうか？ひろきにも首輪がついてるんですが、どんな首輪だと思いますか？想像したものが事実だと思い込みたいタイプの人だと思うんですよね。で、世の中ってそういう人って結構いるので、なんでそういう人なんだなと思いますけど、どんな首輪？まあ多分安い首輪なんでしょうね。高い首輪だったらもうちょっとおしゃれ感出てると思うので。なので想像したものが事実だと思って、その証拠を一生懸命集めてそうだと思い込むっていう、イベルメクチンだっけ？馬の皮膚病かなんかの薬がコロナに効くって言い出して、イペルメクシンか。やたら一生懸命それを集め出して飲んでた人たちっていうのが一時期いたんですよね。僕が調べた限りだと、やっぱりコロナには効かないよねっていう結論しか出なかったんですけど、でもなんかアメリカの何々さんって言ってる人が、イペルメクシンというのはコロナに効くんだって言ってるみたいな、こいつ誰やねんみたいな、なんかこう YouTube のやつを出してきたりとか、知り合いの看護師の何々さんっていう人が、イペルメクシンが効くって言ってましたみたいな、なんか一生懸命探すんですよ。で、確かに探したら、そういうこと言ってる人はいるかもしれないよねはあるんだけど、だからといってイペルメクチンを普通のじゃあ大学とかで調べた論文の範囲内でいくと、効果ないよねっていうのしか見えないので、何を信じるかっていうので、信じたいものを信じるっていうのはそういうタイプなんじゃないかなと思います。ひまそらさんの勝訴の話もうされました。何を勝訴したのか僕知らないですよね。僕割とひまそらさん結構応援派だったんですよ。見てもらえば分かるんですけど、ひまそらさんと結構昔僕 RT とかしてたんですよ。で、なぜかいろんなものに噛みつくようになっちゃったんですよね。僕とかだったり、墨田区の議員さん、自民党の議員さんでコラボ問題とかを追及してた議員さんに噛みつくようになったりとかで、思い通りにならなかったからといって、別になんかどちらかというと味方側の人とかも噛みつくとかをやるとどんどん疎遠な人増えんのになと思って、でもまあ友達もないし本人がやりたいんだったらそれでいいんじゃねえと思って見てたので、ひまそらさん界隈今僕あんま調べてないんですよね。イギリスに留学している男の子にやたら噛みついてるとか、あれどうでもよくねって僕思うんですけど、 NPO とか政治家に噛みつくとかは全然頑張れ頑張れって思うんですけど、なんか20代の男の子とひたすら裁判やって名誉毀損やってとかで、空回りとかやって何のメリットもないと思うので、触るものみんな傷つけちゃう的な感じになってるので、なんかあんまり関わらない方が良さそうな感じになってきたなっていう風に見えちゃうのが多分損だと思うんですよ。なので噛みつく相手をちゃんと決めるっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。ひまぞらあかねと対談してほしいです。あの人 X の DM しか見てないので DM で申し込んでいただけませんか？メディアでひまぞらを取り上げてもらえないので影響力のなくひろゆきさんとの対談は社会的ありと思うのですが、やはりめんどくさかやしがらみがあって難しいでしょうか？僕このチャンネルで対談したのって1回だけじゃないかな。僕基本的にこのチャンネルで対談ってしてないんですよ。で、人と対談して相手の方にメリットがあることがほとんどないと思ってて、だから僕、YOSHIKIさんとの対談も断ってるんですよね。X の YOSHIKIさんのチャンネルで僕お話をするっていうのやってるんですけど、他の人は YOSHIKIさんのチャンネルで半分対談して、もう半分は自分のチャンネルみたいなのをヒカルさんとかやってたと思うんですけど、
僕のチャンネルって基本的に頭のおかしい人しか見てないじゃないですか。で、頭のおかしい人がコメントを書くと、大体その人傷つくじゃないですか。なので、まともな人とやっちゃうと、基本的にはまともな人が傷ついてしまうので、なので、なんかそれが可能な人って結構少ないと思ってるので、リューチェルさん、このチャンネルじゃなかったと思うんだよね。多分僕、このチャンネルで対談したことあるのって、ワクチンの話で1回やったのと、あとコロナの時にやったのと、あとなんかあったっけ？あと、ひげおやじさんと無職の天下一無職会っていうのをやったぐらいで、大悟さんがこのチャンネル出たことも多分ないと思うんだよね、メンタリスト大悟さん。メンタリスト大悟さんも僕、メンタリスト大悟さんのチャンネルで出てやっただけで、過去のやつってこれ、たどれないんだ。多分だから僕、対談このチャンネルでしたことない。で、リューチェルさんも多分チャンネル違うかな？これでやったっけ？なので、僕、基本的にチャンネルで対談というのをそもそもしてません。なので、してみてくださいって言うと、してませんっていうのが答えになると思います。はい。東京都知事候補が一般人含めて50人ほどいるそうです。どうせ若者や無名の人が真面目に候補しても、高齢受けの良い有名政治家が勝つから、供託金の300万払って、巨大な人口を東京全体に自分の SNS や EC サイトを売名連打して、エロポスターでの案内を積み残してフォロワー稼いだ方が300万も元が取れると思いますが、無名の一般人が300万払って選挙で売名するのはコスパいいですか？捕まるんじゃないですかね。今回いろいろやらかしてる人たちって、その後公職選挙法違反とかで、それなりに逮捕されたりとか、送検されたりすると思うので、なんで300万払ってもあんまり意味がなかったよねっていう、損したよねっていう方向になるんじゃないかなというふうに思ってますけど、あと、捕まった方がいいよねっていう、僕なりの願望も結構含んでます。やっぱね、選挙は遊びにしちゃダメですよ。別に法律上書かれてる中で儲かる方法があるんだから、それをやってるだけで問題ないよねっていう風な考え方で多分動いてるんだと思うんですけど、ただ大人同士の社会の中では僕全然遊びをやっていいと思うんですよ。こっちの方が合理的だよねっていうので、じゃあその法律決まってないんだから別にいいじゃんっていうのは僕はありだと思うんですけど、子供とか教育周りはそれやっちゃダメだと思うんですよね。結局例えばじゃあ、法律上でいくと、学校の先生が教科書というか参考書というか授業の時にエロ本を使っても何の問題もないんですよ。法律上ね。でも、それやっちゃダメでしょ。法律上決まってないけど、それやっちゃダメでしょっていうのは、子供の教育においてはあると思うんですよ。で、自由大事だよねとか、個人情報大事だよねとかっていうのって、割と世界中先進国言われてると思うんですけど、子供を守るというのに関していくと、アメリカとかめちゃめちゃガチなんですよね。例えばじゃあネット上で誹謗中傷しましたとかで、警察行って警察から IP アドレスの紹介とかっていうの来るんですけど、アメリカの法律で、児童ポルノをアップロードした IP アドレスを一定期間内に聞かれて答えなかったら、その会社を逮捕するし、捜査をするし、捕まえるっていう法律があって、大手の SNS って基本的にはこれチャイルドポルノだよねっていう通報が来ると、自動的に IP を吐き出すっていうシステムを導入してるんですよ。これ法律で決まってるので。っていうぐらい、個人の自由は守らなきゃいけないよねとか、個人情報を守らなきゃいけないよねっていうのはあるんですけど、子供を守るに関していくともう全然関係ないんですよ。子供を守るためだったらもうそんな法律なんか関係ねえっていう感じだったりするので、なので僕は日本人ではあるんですけど、アメリカに住んでいたりとか、アメリカの会社をやっていたりとか、ヨーロッパに住んでいたりっていうのがあるので、子供に関して悪影響のあるものというのをありにしてしまうっていう日本の価値観はどうなのかなというふうに思ってしまうんですよね。子供の通学路にエロいものを載せて表現の自由だって言ってる人たちっていうのは、表現の自由とやらはどこから学んだのかなという気はしてしまうんですけど、石丸さんのポスターのやつでひろゆきさんの立場だったらどうするんですかっていうので、僕だったら多分ポスター代払って終わりですね。僕は民間人なので、他人に対してどう思われてもどうでもいいんですよ。で、ただ、石丸さんが本気で都知事に受かりたいのであれば、ポスター代を払えという判決が出る状態で、それを払わないというニュースが出続けるという、マイナスの影響を考えると、払う金額70万とかでしょ？ 70 万ぐらい払った方が得ですよ。判決に従わない人だよねというのをニュースでずっと流れ続けるのと、70万払ってそれが止まるんだったら、70万払った方がコスパがいいと思うんですよ。なので僕だったら本当に都知事選勝ちたいんだったら払うんじゃないですか。でも別に都知事選勝つつもりもないっていうのであれば全然いいんじゃないかなと思うんですけど。これはちょっと、多分この4人以外が票を集める可能性はないので、この4人が集まってこの感じだと、多分テレビとかであったとしても、ちょっと、
小池さんを崩せる感じが全くなかったっすね。なので、メディアが来れば来るほど小池さん有利っていうことになっちゃうんじゃないかなっていうのが、ちょっと今回の結局メディアの注目を浴びて、この人の話聞きたいとか、この人面白いよねっていうのがあると、その人がどんどん伸びる可能性があるんですよ。逆に小池さんってここ攻められると弱いんだって分かると、そこをメディアが攻めるっていう形で、その票の動きがあるんですけど、この平場の話聞いてる限り、小池さん以外の人に、じゃあ東京任せたいよねって思えるほどの魅力的な話ができてるのかっていうと、みんな国政の話しちゃってるっていう。そういう意味でいくと、ちょっともう都知事選結果見えちゃったなっていうのが僕の感想ですね。いやだからもうちょっとね、石丸さんがね、はいかいいえとかできちんと現地を取るっていうのをやれば、まだ若手が頑張ってるよねっていう傷跡が残せたんですけど、現地を取りに行くっていうのをやらなかったんですよね。で、石丸さんがネット上で流行った理由って、やっぱ議会のそれなりに偉そうな人、年取ってる偉そうな議員の人と、町長発信のやり取りをしていて、相手が怒ったりとか、石丸さんが怒ったりっていうその感情が出て、だからこれだけ頑張る人だったら、社会は変えられるかもっていう期待感だと思うんですけど、今回のこの枠内で丁寧にやりましょうっていう、どちらかというとなんか普通の人の枠内の中で終わってしまうという感じに見えちゃうと思うんですよ。なので、国会議員になるためのステップとかであれば全然いいと思うんですけど、ちょっと東京都知事になりたいという感じがあんまりしなかったんですよね。いやだから、そうなんですよ。普通に真面目のまともな人なんだと思うんですよ。普通に大学もきちんと出て、三菱 UFJ だっけ、ちゃんと会社で働いてっていう真面目な方なので、そういう意味でいくと面白さの一点突破っていうのはちょっと期待はできないっていう感じになっちゃったんですよね。小池さんと直接話ができる機会というのが、多分、あと1回か2回ぐらいしかないと思うんですよ。で、ひょっとしたら1回もないんですよ。ここで小池さんと石丸さんがバチバチ争ってたとしたら、それが今度は日本の普通のニュースに出てくるわけですよ。小池さんと石丸さんがバチバチ戦ってるっていう。言い方とか怒ってるとか何でもいいんですけど、で、そうなると、石丸っていう人がいるんだっていう認識にもなるし、で、石丸っていうのが小池さんに対して頑張ってるじゃんと。自民党から支援もらってるってどうなの？裏金もらってるような自民党からお金もらって何なのそれとかっていうのを言うと、やっぱ小池さんも答えづらい面あると思うんですよ。小池さん答えづらくなってるよねという絵面が日本中のニュースに載ると、じゃあ石丸さんになんか一票入れたら、それはそれでなんか社会が変わるのかもしれないっていう期待感が生まれると思うんですよ。でもじゃあ、今回の討論会の映像の中で、ここを切り取ったらめちゃくちゃ面白いよねっていう風にメディアが感じる部分があったかっていう話なんですよ。メディアも視聴率を取るために仕事をしているので、なのでこの絵面面白いよね。よし、これニュースに載せたら視聴率取れるよねとかっていうのあれば使うんですけど、みんな割と終始綺麗事をおっしゃる感じになっていたので、メディアに今回の映像が使われて、なんか爪痕を残すというのは、ちょっとならなかったんじゃないかなという。そうなんですよね。だからせめてね、クイズを出せばよかったんですよね。アラビアクイズとかってやったらちょっと多分ね、受けたと思うんですよ。カイロ大学に行ってる時代のアラビアの偉い人なら何でしょうみたいな。多分石丸さんがもともとまともな部分が出ちゃったのか、わかんないですけど、ちょっと物事の考え方で、事故らないのも大切っていうのが、僕は結構これが日本を悪くしてるなと思っていて、多分小池さんが普通に勝つんですよ。で、なぜ普通に勝つかっていうと、事故る可能性が低いから。すでに2期もやっていて、で、別に東京めちゃめちゃ悪い状況にはなってないと。別に東京って誰がやっても悪い状況にならないんだけど、とはいえ、事故が起きないよねっていうのを消極的に選ぶっていうのを割とやっぱやりがちなんですよ。日本って保守派の人が多いので。なので、そうすると、じゃあ事故らないのが大切だよねという価値観だと、小池さん、もしくは蓮舫さん一択なんですよ。もしくはだから二択か。政治家としてそれなりの実績のある人じゃないと任せられないよね。今回の討論会でいくと、玉上さん、石丸さん、小池さん、蓮舫さんっていう4人なんですけど、玉上さんは政治家の経験がありません。なので、どうなるかちょっとわかりません。で、石丸さんは1期だけ市長をやりました。でもその市長の一期の中でも結構けんけんがくがく言われていて、で、そのポスター代踏み倒しみたいな話とかで、あれはどうなの？で、実際じゃあ、秋田方市がめちゃめちゃ実績上げてますってなったら評価されると思うんですよ。明石市の泉市長みたいな、明石市が地価も上がって出生率も上がってってなってると、すごいよね。じゃああの人東京任せようってなるかもしれないですけど、秋田方市で何が起きてどう良くなりましたかっていうのを、石丸さん以外の人が説明してるのっていうのが世に出る機会がほとんどないんですよ。なので、そうすると、実績、政治家として回すということはできたけど、じゃあ実績はちょっとよくわからない。でも議会と揉めてた。で、
揉め事というのを嫌がるっていう人は日本人結構多いので、そうすると政治家として実績があるだけなのでちょっとマイナスついちゃうんですよ。で、そうなると、じゃあ、蓮舫さんってもう長年ずっと政治家やってますと、大臣やってたこともありますと。っていう人と、小池さんの2期やってました。で、政治家もずっとやってましたってなると、やっぱりその事故らない人っていうので、小池さんで、もしくはその蓮舫さんがどこまで粘れるかっていうぐらいになっちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。なので、このメンツで小池さんと対抗できる人がいるとしたら、明石市長泉さんとかが出るとかだったら、まだ対抗の可能性はあったと思うんですけど、もう、申し込みは出馬できないので、もう手遅れっていうことで、泉さん出ることはないので、今出馬している50人の中から選ばなければいけませんっていう話になるんですけど、で、ぴょこたんが、漫画家のぴょこたんが蓮舫さんを選ぶみたいなのをツイッターに書いてたんですけど、で、その理由がなんだっけな、現職の小池さんは変えたいと。現職をずっとやり続けてる人がやるというのは、事態が硬直化するので良くないと。で、そうすると、まあ、蓮舫さんぐらいしか選択肢がないよねっていうのを書いてたんですけど、で、まあ、考え方としては、結局その、1位を選ぶことはもうできませんっていう考え方があるんですよ。で、もう僕も多分そうだと思ってて、同じ人がずっとやり続けるとか、高齢の人がやり続けるってのは良くないよねとは思うんですけど、とはいえその、東京都民って高齢の人もそれなりにいて、で、保守的な安全を求める人たちもいるので、多分小池さん変わらないでしょうと。なので、その一般市民ができることだとすると、泡沫候補がどれぐらい票を集めたかというのを社会にどう見せつけるかというところぐらいが多分一般市民のできるところなんですよ。例えばその石丸さんがじゃあこれで50万票を取りましたってなると50万票では勝てないんだけど、でも石丸さんが50万票を取るということは割と影響力はでかいんですよ。若い人っていうのはやっぱり期待されるよね。尖っててもいいんだとか、YouTube っていうのは活動に結構大事なんだなとかっていうのになって若い人に任せようっていう動きが割とその自民党内でも強くなる可能性があるんですよね。70の人を出すんじゃなくて40の人を出した方がひょっとしたら票を集めやすいのかもしれないと。なんか全然別の知事選とかがあった時に本来だったら70歳の候補を出すんだけど、ここはあえて40歳の候補を出した方が若いということで票が集まるかもしれないみたいな形で若いというので票が集まるよねっていうパターンとか、エンジニアの安野さんっていう方が出馬してるんですけど、政治経験もないので受かることはないんですけど、でもそのIT 系やってます。それなりに IT の中では実績があります。で、それを捨てでも東京を良くしたいですって言ってる人がいると。で、その人たちに票が入るってなると、もう政治経験全然なくて、で、何にもない人って、入れてもしょうがないんですよ。お笑い芸人とかが政治家になりますとか、インターネットコメディアンが政治家になりますとかって、だってお前政治家になれなかったらもう食えないじゃん。だから政治家になってるんだろっていうタイプの横山なんとかさんみたいな人とかは、政治家になるしか食う道がないから選んでるなので、そういう人は評価されないんですけど、他で全然食えるにもかかわらず政治家を目指そうとしている。であれば、それなりの覚悟があるから評価しようっていう考え方で、これだけの票が集まるっていうのであれば、安野さんありだよねっていうパターン。で、あとその、東京都と一緒に住民監査請求とかで国家賠償請求をやってるひまそらあかねさん。で、ひまそらさんのニュースって多分ほとんどテレビとか一般ニュースは出てないと思うんですけど、少なくとも NPO 周りとかに変なお金使ってるよね。で、それをちゃんと訴えて、で、住民訴訟で勝つって、10年ぶりとかなんかそれぐらいなのかな、ほとんどないんですけど、っていうので勝ってるよねっていうので、で、それが、でも一般ニュースにはほとんどなってませんと。で、ひまそらさんが出馬してるよねっていうのも多分ネットユーザー以外ほぼ知らないと思うんですけど、ひまそらさんがじゃあそこで10万票取りましたってなると、NPO みたいな公金蒐集している団体にお金を流すということは良くないことなんだな。もうちょっとちゃんと控えめにしなきゃいけないよねというのが政治家の中の基礎認識として広がる可能性があるので、ひまそらさんみたいな人がそれなりに票を取るというのも意味があると思うんですよ。もちろん受からないんですけどね。なのでその安野さんだったり石丸さんとかそのひまそらさんとかっていうのは受からないとは思うんですよ。ただその人たちが票を集めるということがその後の社会にとってはいいことになるかもしれないので、どうせ小池さんだよねっていうので、じゃあどうせ小池さんだからもう行かなくてもいいやとかっていうんじゃなくて、小池さん以外の人に入れることによって社会の人たちっていうのはこういうところをちゃんと意識してるんだとか、ここを大事だと思ってるんだっていうのが一人一票で可視化されるので、そういう意味でいくと、それなりに都知事選は皆さん選挙に行った方がいいんじゃないかなと思いますけど、僕全く関係ないんですけど。東京都民じゃないんでね。はい、政治家は人格者でなくても国が収まってればいいという考え方を学びましたが、ひろゆきさんは政治家の人格的なことについてはどのように意見を持ってますか？人格的なことについては関係ないと思いますか？はい。僕も人格は関係ない派閥です。ちゃんときちんとそれなりに政治が良くなっていれば。で、ただ、日本の場合というか、世界中そうなんですけど、政治家が良いことをしているかどうかって、実はほとんど関係なくて、大体実態として景気の浮き沈みというのがあるわけですよ。どの国でも、世界的にも。で、景気の浮き沈みで、うまいこと景気がいい時に乗ってる政権っていうのは支持率が高いものですよ。
で、どんなにいい政治家でどんないい政策やったとしても、景気が悪くなってる時っていうのは支持率が下がって解散になったりとか、政治家として追い出されたりってしがちなんですよ。政治家として実態として何ができるか、政策が超優秀なのか、本人の人格が優れてるのかとは別に、その国の景気で大体決まるんですよね。なので、果たして良い政策とは何なのかっていうのが結構難しいんですよね。日本の場合は政策によって経済、景気が変わるというふうに結構誤解している人が多くて、円安にすればいいじゃんとか、円高にすればいいじゃんとか、金配ればいいじゃんとかってあるんですけど、もう金融政策で何とかできるレベルの話じゃないんですよね。結局その自動車以外日本の製品で買いたいものっていうのを海外の人は持ってないので、日本のもの買いたいっていう人が来ないので、じゃあ日本円ってどんどん下がるんですよ。でも自動車以外にじゃあウォークマン欲しいですとか、ソニーのそのラジカセ欲しいですとかっていう時代であれば、円が下がるんだったら全然日本のもの買うよってバンバン上がっていくっていうので、円はそこまで下がらなかったんですけど、残念ながら今日本のもので買いたいものっていうのを世界の人があまり持ってないっていうのが現状なんですよね。で、ちょうど毎日新聞でニュースがあったんですけど、世界64カ国の地域の通貨の実力を示す指標っていうのを国際決済銀行BIS っていうのが出してるんですけど、通貨の下落幅でいくと、日本って一番下がってるんですよ。今じゃあ日本のその円が安いよね、ドルが高いよねっていうのが、ドルが利率が高いので、ドルの利率のせいで円が安くなってますという説明でみんな納得しちゃってるんですよ。でも、それだけであれば、円は他の通貨と同じように下がるだけのはずなんですよ。でも、円だけ、米ドルの利率以上に下がってるんですよ。で、それは、米ドルの利率とはまた別の、日本の産業の能力が下がってるというところに付随するマイナス部分なんですよ。日米の金利差というので、これだけ下がります。ドーンって下がって。で、その後に、日本の実力の分でさらに下がってるんですよ。で、他の国は実力はそこまで下がってないので、アメリカとの金利差の部分で下がるんだけど、それ以上は下がんないよねっていうので、一応64カ国の中では残念ながら、日本が低いっていう。なんでってなるんですけど、答えこれです。人口減少。それはね、人口下がってたら売り上げも下がるんだから、優秀な人も減るんだから、それはそうでしょっていうね、すごく当たり前の話なんですけど、詐欺とフライングと外交とがそうで政治に関心を持ちましたが、どういう投票者かどういう目線で見るのがいいと思いますか？ひたすら考えたとしても、考えた通りの候補者が受かるわけではないので、こういう意見を持つ人が増えてるねっていう風なのを社会に見せるぐらいしか多分できることはないんじゃないかなという風に僕は思っているので、なので小池さん以外の人に入れて、小池さん以外の人にもこれだけ票が集まるんだっていう風に見せた方が、そうするとワンチャン俺いけるんじゃねっていう風なので、割とガチめの人も出てくる可能性あると思うんですよね。今回じゃあ蓮舫さんは規定路線だとすると小池さんも当然ですと。なので、それなりに実力と知名度があって、ワンチャン挑戦してやればっていうのに出てきた人っていうのが多分石丸さんぐらいなんですよね。玉上さん毎回挑戦してるので。今回石丸さんレベルだとは勝てないと思うんですけど、じゃあそれがもうちょっと知名度があって優秀な人が出て、この人ならっていう人が、小池さんがじゃあ100万票取りましたってなるとやっぱ強いよねってなるんですけど、80万票でギリギリ受かりましたとかになると、じゃあ次回行ったらいけるかもねみたいな形でなるかもしれないので、なので小池さんの票が少ないというのは逆に別の新しい人がじゃあそこ挑戦したいって思えるようになるっていう構造にもなるので、なので小池さん以外の人に入れるっていう方がいいんじゃないかなと思います。ただとはいえ小池さんが受かるは変わらないと思うんですけど、はい、将来に対する布石というのがどういう意味になるのかっていうので、布石をするという、あくまで今回がどうこうとかじゃなくて長期的に未来がどうかっていう。で、基本的に毎回出続けて負けてる人って受かりようないと思うんですよね。めちゃめちゃイケメンになるとか、めちゃめちゃ人格が変わるとかがない限り、過去投票してくれた人とプラスアルファで投票数が 10% 増える、20% 増えるぐらいはいくと思うんですけど、投票が倍になるって相当な実績を積まないとないと思うんですよ。例えばじゃあ都知事選出ました。で、その4年間の間に全然違う実績で上場企業を作りました。めちゃめちゃ大金持ちになりましたとか、トランプ大統領とマブダチになりましたとかになったら、こいつすげえってなると思うんですけど、人間って4年ぐらいじゃあんまり変わんないんですよ。で、そうすると、前回じゃあ何万票ぐらいの人が今回出たとしても何万票だよねっていうので、やっぱり勝てないよねっていうのは、そんなに変わらないと思うんですよね。なので、勝つ気がなくて出てるっていう人はいると思うんですけど、コメントでもちょこちょこあると思うんですけど、桜井さんずっと出続けてるんですけど、やっぱ勝ちようないっすよね。玉上さんみたいな党首討論会みたいなので、記者クラブがやった出馬会見も4人だったんですよ。4人に割り込めればまだ可能性はあるんですけど、残念ながらそれなりな政治家として出馬する前の実績っていうのがないので、玉上さんは航空幕僚長っ
っていうのがありますっていうので、自衛隊員とはいえ、行政でのそれなりにその10万人ぐらい部下がいるという組織のトップをやったことはありますと。石丸さんは秋田方市の市長になりましたとかがあったりするので、じゃあこの人はなんとかなるかもしれないなっていうのになると思うので、櫻井さんが本当に知事になりたいのであれば、東京都知事になりたいのであれば、まずもっと別の地方議会の議員とか、別の市町村の知事だったり、村長だったり、市長だったりっていうのを一回挟んで、そこから東京都知事になる方が、まだ可能性は上がるんじゃないかなと思いますけどね。なので、都知事選に出続けてる限りは、同じことをやってる人が同じことを言い続けて、票がいきなり増えるというのはなかなかないんじゃないかなと思いますけども。元 AV 男優の久保田さんが東京都知事選挙に出場しますが、応援演説に行ってください。嫌です。回らない寿司をおごります。嫌です。いやー、だからその、なんだろうね。選挙はお祭りだから面白ければいいじゃんというのは、それはそれで一つの見解ではあると思うんですけど、ただ少なくとも NHK 党で出馬した政治家にうちの家族が脅迫をされているんですよ。で、それが良くないことだよねというふうに NHK 党としては言ってないんですよね。なので、うちの家族を脅迫するようなことを是とするような団体の手伝いをするというのは僕はないと思います。はい。都知事選は半枠の玉上と朝鮮 B 期の蓮舫はどっちが票を集めるでしょうか。百合子参戦は確定として。いや、蓮舫さんの方がやっぱ強いんじゃないですか。少なくとも反自民党っていう人が投票するとすると、やっぱり立憲民主党で行く方がいいよね。で、なんだかんだ言って政治家経験がちゃんとある人の方が安心できるよねっていうのがあると思うので、で、今回出馬している人で政治家経験があるのが、小池百合子さん、蓮舫さん、石丸さんの3人なんですよね。あと、山本太郎さん出てるんだっけ。なので、4人なんですよ。日本人、その東京の人は、やっぱり政治家経験がある人の方がいいよねなので、この4人のうちのどれかに行くと思うんですよね。で、百合子さんが行きませんでしたってなると、じゃあ、蓮舫さんか石丸さんか山本太郎さんかってなるので、山本太郎さんが上がる可能性もあるんですけど、蓮舫さんの方がまだ上なんじゃないかなというふうに思いますけど。都知事選で櫻井元氏が前々回10万票、前回17万票で全く勝てない票数でありますが、韓国メディアでは韓国に敵対的に思っている人が17万人もとかなり多く報道されそうです。日本メディアでは全く報道しないこの姿勢どう思われますか。まあ、どうでもいいからじゃないですか。それ言ったら外国人、ガーシーさんみたいな犯罪者の人もそれなりに票を得て国会議員になったりするので、なので変わった主張をする人が面白がられて票を受けるというのは普通に成立する話なので、なので櫻井誠さんもずっと票は受け続けると思いますけど、でもまあ当選することはないので、そういうビジネスなんじゃないかなと思いますけど。だからそのね、まあ、どうなんだろうね。いやー、なんか小池さんに投票するのは蓮舫さんに勝たせたくないからであるっていう人って結構いるんですよ。で、これがね、結構僕、日本人の考え方の良くない考え方だなと思っていて、蓮舫さんを当選させたくないのは分かりました。であれば、自分の本当に当選させたい人に票を入れるべきなんですよ。要するに、メディアが、現段階のメディアがもう4人に決めちゃってるんですよ。小池さん、蓮舫さん、玉上さん、石丸さん、この4人しかメディアに出ません。なので、この4人にしなければいけないという縛りを勝手に日本人で自分たちが決めつけちゃってるんですよ。なので、その結果、じゃあ、小池さんを、蓮舫さんを当選させたくないんだったら、小池さんになっちゃうよねっていう考えを持つ人が多数派なので、結果として、小池さんに投票したい人が少なかったとしても、反蓮舫さんだから小池さんということになってしまって、本当に当選させたい人を当選させない日本人の割合が増えちゃうんですよ。なので、当選させたくない人は置いといて、一番当選させたい人に投票しようっていうのが増えると、本当に東京をこうしたいよねって言った人が票を受けることになるので、結果としては長期的には本当に当選させたい人が多く票を受けて当選するという構造になるんですよ。でも今の中、例えばじゃあ櫻井誠さんを当選させたいと思ってる人がいたとして、でも櫻井誠さんに投票しても受からないから、蓮舫さんを落とすために小池さんに投票しようとなったら、櫻井誠さんは永遠に受からないんですよ。でも、櫻井誠さんに入れたい。なぜなら俺は櫻井誠さんを当選させたいから。じゃあ周りでも、櫻井誠さんこんないい人やってるんだよ。だから櫻井誠さんを当選させようぜ。っていうので、どんどんファンを増やして、自分も運動員をやって、選挙活動も手伝うってなって、櫻井誠さんが30万票、50万票で、多分80万票までいくと受かる可能性があるんですよ。2択、3択であるって考えると、300万票小池さんが取ってるから、300万票いかなきゃ受からないよねって見えるんですけど、これは、蓮舫さんを
当選させたくない人は小池さんに入れるべきであると考えている限り、小池さんが増えちゃうんですよ。でも、どんぐりの背比べになって、本当に小池さんがいい人で信じて政治家にしたいと思う人が何人いるかっていうと、多分300万いかないんですよね。で、蓮舫さんも多分同じ構造になってて、反小池さんの人が今、蓮舫さんに入れる構造になってるんですよ。なので、純粋に蓮舫さんに入れたいよねって思ってる人が、本当にそんなにいるのってなると、実はそんなにいないんですよ。で、じゃあ国民民主党とかも小池さんを応援するみたいになってると思うんですけど、国民民主党の支持者も別に小池さんを応援したいと思ってる人そんなにいないと思うんですよ。多分この国民民主党も、じゃあこの政治家がいいよねっていうのを自分で立ち上げたらその人に票がいってたと思うんですよ。なので、多くの人が自分が本当に投票したい人に入れるという構造にして、どんぐりの背比べにすると、多分100万投票に行くかどうかぐらいの80万票ぐらいのどんぐりの背比べの状態で受かる可能性があるという構造に持っていった方が、本当にこの人受からせたいよねって思う人が受かるという構造になるので、なので僕はもし櫻井さんがいい、で、蓮舫さんが良くないと思うのであれば、僕は蓮舫さんを落とすために小池さんに入れるではなく、櫻井誠さんに入れるという方がいいんじゃないかなと思ってますけど。なので、あいつを落としたいから足を引っ張るっていう、そういう考え方って、結果として自分が当選させたい人が受からないということになるので、なんか構造としてはずっと遠回りでうまくいかないんじゃないかなと思ってるんですけど、政権交代ありえますか？次の総理大臣誰になると思いますか？政権交代ないと思います。で、次の総理大臣は岸田さんじゃないですかね。結局、日本人の国民性で、新しいものを恐れる割合というのが、だいぶ高まってる気がするんですよね。国民性にもよるんですけど、過去悪かったとしても、でも別に何かが変わってしまう変化の方が嫌だよねっていう風に考える人って結構多いんですよ。なので、良くなるかもしれないけど、悪くなるかもしれない。であれば、変化ということ自体が嫌なので、じゃあ変化しない方がいいよね。っていう風に年を取ってる人ほど思いがちなんですけど、有権者の平均年齢高いので、なので変わんないだろうなと思うんですよね。自民党の支持率がめちゃくちゃ下がってますと。で、20% 切ってますって言ってるんですけど、立憲民主党の支持率も 10% 以下とかだったりするんですよ。要するに政権交代というのは、与党よりも野党の支持率が上がった時に起こるんですよ。なので自民党の支持率が 20% でした。立憲民主党の支持率が 21% でした。であれば、起きるんですけど、残念ながら半分以下なんですよ、立憲民主党。で、もう一つのパターンとして、野党が連合した場合、10% が立憲民主党で、8% が維新で、残り 3% が、じゃあ国民民主党とか令和とかで、全部足したら 21% だよね。自民党より大きいよね。っていうパターンの政権交代っていうのが、昔新党先駆けとか社会党とかっていうので自民党に勝った時に、野党が結託して多数を取るっていうのがあったんですけど、残念ながら今、全部足せないんですよ。要するに維新の会は、立憲民主党と組むぐらいだったら自民党と組みますというのをほぼ明言してるんですよ。で、国民民主党も立憲民主党と組むぐらいだったら自民党と組みますっていうのはほぼ明言してるんですよ。そうすると、立憲民主党と組むというのがないとすると、維新と国民民主党と令和とか NHK 党とかを一からげにして集めたとしても、10% ちょっとなんですよ。やっぱり自民党の 20% は超えないんですよ。なので、数字を見てる限り、政権交代は残念ながら起きません。これが残念ながらなのか、喜ばしい話なのか、人によるとは思いますけど、おめでとうございます。政権交代起きないんですよっていう話なのか、残念ながらなのか、人によるんですけど、とりあえず起きませんと。じゃあ自民党内で岸田さんを下ろして、他の人ができるかっていうと、一般的な人気でいくと、鳥取の石破さんが一般的には人気はあるんですけど、自民党内の政治家の中だと人気がないんですよ。基本的には自民党の党首というのは政治家の票で決まるんですよね。一般の党員も投票の権利はあるんですけど、票としてはだいぶ小さいので、なので自民党の政治家が基本的には総理とか自民党の党首を決めて、自民党の党首が自民党の総裁が総理大臣になるという構造なので、今の段階で仮に総裁選があったとしても、岸田さんが取るよね。で、岸田さんがそのまま総理大臣を続けるよねっていうのが可能性として一番高いんじゃないかなと思うんですよね。で、何か起こる可能性があるとすると、小池さんが都知事選で負けた時ですね。小池さんが都知事選で負けて、自民党じゃない人が都の運営をやって、結果として良くなったよねっていうのを体感として得られた場合、小池さんって自民党公明党派閥なんですけど、自民党の党員の資格を持ったまま東京都知事選に行ったのかな。
今は党員の資格失ったのかわかんないですけど、で、それがじゃあ他の党の人がやってうまくいったとしたら、じゃあ日本全体も自民党じゃなくてもいいんじゃないっていう可能性が上がる場合もあると思うんですよ。もちろん上がらない場合もありますけどね。仮にじゃあ東京都知事でヘズマさんが勝ちましたと。ヘズマリュウ東京都知事ですって言って、ヘズマリュウさんがもう税金ゼロにするわって言って、東京都は消費税ゼロです。所得税もゼロですってなって、で、そうするとめちゃくちゃ儲かると思うんですよ、東京の会社。で、東京税金ゼロだからって、日本中から東京住みたいっていう人が来て、東京の地価めちゃめちゃ上がると思うんですよ。家賃収入もすげえ増えるので、もともと東京に住んでる人たちとかは、家賃の収入も増えるし、全然住んでないところに人が増えて、で、商売やってる人も、八百屋とかも人口増えるからめちゃめちゃ売り上げ上がるんですよ。なので、めちゃめちゃ景気いいじゃん、東京っていうのになって、で、法人税とかもバンバン上がるけど、法人税払わなくていいっすってなってるから、都民税の分はね、払わなくていいになってるから、東京都の会社もめちゃめちゃ儲かったわ、金あるわって言って、キャバクラとか行ってすげえ金使って、風俗とかにもお金が回って、東京超景気いいよねってなった時に、あれこれ今までの自民党なんでやんなかったの？これ日本中でやればいいじゃん。っていう風になる可能性があるんですよ。でも自民党がやらなかったよね。じゃあもう自民党じゃなくて税金ゼロにしますってやつに任せた方が面白くねっていう風に庶民も思い始めると思うんですよね。っていうぐらいドラスティックなことをやればひょっとしたら変わるかもしれないですけど、既存の政治家の人がやったとしても別になんか税金ゼロにしますとか言わないから、だからその可能性があるとしたら山本太郎さんって都知事選出るんだっけ？なんか一応消費税ゼロにするって言ってるから、太郎さんが出たら東京都の住民税ゼロにするとかっていうのをやるかもしれないですね。なのでまあそれくらいかな。もし日本が変わる可能性があるとしたら、それ以外は基本的には変わらないんじゃないかなと思いますけど、なので基本的には何も変わらないというふうに思っていただければいいんじゃないかなと思います。都民です。今回の選挙65歳以上は細田さんみたいになりそうなので、政治参画やめてほしいです。年齢を重ねて培ってきた経験値や人命が馬鹿になりませんが、限度あるでしょう。参画するなら村長ではなく、もう一人な古老ポジでお願いしたい。小池さんやだな。権力会社の古老と思うから、はぎ取るよう僕も頑張ります。いやー、そうなんですよね。なので、とりあえず若い人に投票するっていうのを僕はやるだけでも、だいぶ社会が変わると思うんですよね。小池さんが嫌だから蓮舫さんを入れるとか、まあどうせ変わらないから行かないっていう風になると、結局その年取った人が勝ち続けるというのが変わらないんですよ。なので、勝たないかもしれないけど、若い人にとりあえず入れるっていうのを習慣化させるっていう方がよっぽど変わると思うんですよね。よく男女平等の話で、クォーター制にして女性の政治家を一定の割合にすればいいじゃないかみたいな議論があるんですけど、日本の人口って女性の方が多いんですよね。女性のが多く、女性の有権者が多いにもかかわらず、女性が女性に投票しないんですよ。なので結果として男性の政治家が増えるんですよね。僕は女性はとりあえず女性の政治家にしか投票しないっていう、そういう基準であれば女性の政治家が増えるので、よりなんか女性の過ごしやすい社会になると思うんですけど、やらないんですよね。で、同じく今の若者たちも若い人たちがいろんな権限持てる方がいいよねって思ってたり言ってはするんですけど、でもその投票しないとか、若い人に投票しないとかね。で、選挙に行かないと結局高齢者が高齢者に投票して高齢者が勝つので、なので変わらなかったとしても若い人にとりあえず投票するっていうのをやった方が社会はより良くなる可能性があるので、まあ都民じゃない人が多いみたいですけど、都民の人はとりあえず若い人にいるっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ思っても別に変わんないんですけどね、日本は。はい。少子化より高齢者が今まで頑張ってくれてましたよね。もちろん今までの日本を作り上げたのは高齢者の人なので、高齢者の方々ありがとうございます。でもこれからの日本のためにこれからの投資をしなければいけません。なので高齢者を優遇することは残念ながらできません。今までありがとうございました。でも日本のお金というのは今後の未来のために少子化対策に使いますって話だと思います。過去に感謝をすることと未来に投資をすることって全然別の話なんですよ。高齢者の人たちが今まで頑張って日本を支えてここまでいい国にしてくれました。これは正しい。本当にそうです。ありがとうございます。でも、新しい日本のこれからの日本のためにどうお金を使うかは別の話ですっていうところで、なぜかそれをごっちゃにしちゃう人って結構日本多いんですよね。ひろゆきさんが仮に都知事として少子化対策で確実に成果を上げるとしたら、どのような政策を実行しますか？結婚して3年以内に子供を産んだら、大学の奨学金をタダにするっていう。基本的にその収入の多い人が結婚してるっていうのはあんまり変わんないんですよ。20代で年収600万とか700万超えると、確か700万超えると結婚率ね 90% いくんですよ。で、600万ぐらいで 70% 超えるのかな、20代で。
なので、年収高い人は結婚しているというのは基本変わらないんですよ。で、じゃあ年収低い人がなぜ結婚できないかっていうと、お金がないと大変だよねもあるんですけど、お金を稼げる予備軍の人たち、大卒の人たちも、今の日本の大学生って50%の人が奨学金もらってるんですよ。で、奨学金でだいたい300万円とか400万円とかの借金っていうのをしてスタートするので、一人で300万持ってますと。で、結婚すると世帯当たり借金600万円になっちゃうんですよ。したら、借金返してからじゃないと、これから子供を産んで、子供の世話にお金かけて、で、やっぱ2人とも働くことはできないので、どっちかが休んでってなっちゃうと、収入も減ってお金も返さなきゃいけないから、これ難しいよねってなっちゃうんですよ。なので、子供が生まれたら、もう奨学金返さなくていいっすっていう制度にしちゃえば、もちろん育てるならね、産んで里子に出しましたからダメだよ。なので、産んでしまったら、その世帯600万円の借金がチャラになりますよってなると、じゃあとりあえず結婚してみようかと。で、結婚して毎月の返済が2万円とかあったら、最初の3年間は2万円は払わなくていいですと。じゃあとりあえず結婚しちゃうと、毎月2万円の借金返済をしなくてよくなるんですよ。なので、結婚するだけでまずメリットあるじゃないですか。割と皆さん見過ごしがちなんですけど、少子化って言うんですけど、結婚をしてる世帯の子供を持つ人数自体は、実はそんなに変わってないんですよ。結婚する人数が減ってるから子供が少ないんですよ。なので、結婚させると、大体子供を産むんですよ。大体みんな好きじゃないですか。そういった、布団の上で行うスポーツが。なので、結婚すると、大体の人は心置きなくそういうスポーツをされて、で、その結果、子供が生まれてしまうんですよ。結婚して同じ屋根の下にいて、そういったスポーツをされないっていう人ってあんまりいらっしゃらないので、なので、大体の人はね、ナイトスポーツに励むことになるんですよ。お金もかかんないしね。なので、結婚させて、で、もともとそんなに借金をっててお金がないんだったら、部屋も狭いので、もうお金もないから、じゃあナイトスポーツするか、みたいなことになって、だいたい3年ぐらいあると、子供生まれちゃうんですよ。で、子供生まれると、借金チャラなんですよ。そしたら600万円をこれから稼ぐって超大変だけど、子供産んだらもう払わなくていいのってなるじゃないですか。で、そうすると、じゃあ例えば年収300万円、年収300万円の2人が結婚したとして、1人はじゃあ子育てで働けなくなりましたって言っても、もう借金ないんだったら、300万円とパートで150万円で450万円で、あとそれなりの補助金とかあると、じゃあ別に3人でも暮らせるようになるよねっていう構造になると思うので、なので結婚した人に大学の奨学金を返さなくてよいっていうのは、ハンガリーもやってるんですよね。ハンガリーが移民比率がだんだん多くなってて、なるべくハンガリー国籍を持ってるハンガリー人を増やそうっていうのをやっていて、で、そこの大学の教育にかかる借金を帳消しにするっていうのもあったりするので、なので他の国でやってるそういう制度というのをちゃんと使えばいいんじゃないかなというふうに思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。